こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。昨日メンバーシップの方で最近ソニー公式ミームと、拡散されてですね、物議を醸したピポについての動画を上げましたんで、見てない方はそちらも見てみてください。で、まず市場全体に影響したところでは、テザーが米国から調査を受けているという報道が出てます。出どころはウォールストリートジャーナルですね。内容としては、テザーがテロやハッキングなどの違法行為に使用されているかどうかの刑事捜査が進んでおり、米財務省が制裁を検討しているというものになっています。で、これに対してテザーの CEO、アルドイーノ氏はですね、早速 X で反応してまして、テザーが調査を受けているという兆候はありませんと。ウォールストリートは古い噂を繰り返しているだけです。以上ですと投稿しています。昔からテザーをなんとかね、陥落させるために、米国の仮想通貨反対派議員の主張で、テザーがマネロンに使われてるとか、あとは戦争の資金源になってるという攻撃がよくあるんで、昔から仮想通貨業界にいる人はですね、テザー問題とか体制がついててあんまり何とも思わない。テザーの CEO もいつものことのようにあしらってるんですけども、今回実際に調査に動いてるような報道がされて、市場も下落してますね。で、今はね ETF とかあるんで、ステーブルが死んだところでビットコインは死なないでしょって取られるかもしれないんですけど、昔は制限なく発行されるステーブルからの開発があるからビットコイン仮想通貨市場が支えられてるとも言われてましたから、ステーブルが死ぬイコール仮想通貨市場の終焉というイメージが未だにあるんだと思います。USDT もこの報道からデペックしてますね。これもいつものテザー攻撃で終わるのか、それとも調査が明るみになって暴落につながるのか、その後の進捗に注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラスの純流入を記録してます。本日もプラスで終えそうなんで、週間フローもプラス6億ドル以上にはなりそうですね。で、一方イーサはグレースケールからの流出が見られるんで、本日はマイナスとなりそうです。週間でも純流出となりそうですね。香港ビットコインイーサともにゼロとなってます。ビットコインの価格は現在66,700ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米耐久財受注9月の速報値、米ミシガン大学消費者信頼感指数10月の確報値などがありました。いずれも予想以上の結果となってまして、発表以降は米ドル高、米金利上昇となってるんですけども、米株各指数は調整となってます。米10年債などの長期金利の想定以上の強さからの調整と見られてますね。FRB の利下げ期待が徐々に薄まっているのも要因になっているのかなと思います。ビットコインも米株と同じ動きで調整に入ったんですけども、先ほどのテザーファンダでさらに下落して一時66,000ドル台をつけた展開となってますね。あと日本の市場の方では衆議院選挙で自公の過半数割れが懸念されてまして、過半数を割れると、大体株価が下落する傾向にあることから、またブラックマンデーが警戒されています。で、日経の先物はまだ落ちてないんですけども、明日の開票後にですね、どのように動くのか注目ですね。米国債金利は 4.242 を推移しておりまして、ナスダックが2352、S&P500 が5809、ダウ平均が42,114、キンゴールドが2746ドル、日経平均が37,913円、ドル円が 152.23 円となっています。個別株の方では、マイクロストラテジーが高値を更新したのが話題になっています。一時245ドルを突破してまして、24年ぶりの高値というのが各所でピックアップされてますね。未だにビットコイン以上のパフォーマンスを維持していることも注目されています。あとビットコインのデリバティブの方では、米大統領選後初のオプション満期となる11月8日のコールオプションが7万ドルから8万ドルに寄っていることが注目されています。プットコールレシオも 0.56 となってまして、コールがプットの2倍ほどになっていることから、大統領選後も強気が期待されていると見られてますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 4.34%、額としては377億ドル相当、ロングの生産が目立ってます。比率としては全体ではショートが 52.9%、マイナス意味はロングが 50.3% と下寄りになっています。今後の指標としては明日10月27日に衆議院選挙投開票、10月29日に米上率記事決数9月、米コンファレンスボード消費者信頼感指数10月、10月30日にオーストラリアの CPI、米 ADP 雇用者数、ユーロ、米実質 GDP、米中古住宅販売制約指数9月などが控えております。で、昨日の動画ではですね、その連日の
重要指標の警戒が終わることから、市場も上向くんじゃないかと、個人的に予想してたんですけども、金利上昇からの調整、テザの調査ファンダからの下落と、大外れですね。で、また先ほどイスラエルがイランに空爆を仕掛けたという報道が出ました。昨日7万ドル突破を期待してたのが嘘みたいに落ちてます。で、ビットコインのチャートだけ見てもですね、その24日の6万5千の底にまだ到達してないんですけども、昨日からの急落で形状もですね、上値が右肩下がりになってます。ブラックマンデーからの日経の急落で、ビットコインにも影響する可能性もありますね。ただ前回石破ショックがその警戒されてた時もビットコインはねそこまで影響してなかったんで、このまま横ばい推移で、下と上の抵抗に挟まれながら最終的にですね来週頭に上にブレイクしてまた7万ドル目指すみたいな展開になると思うんですね。個人的な見解です。で、直近の注目するところでは明日の衆議院選挙投開票ですね。明日はこのチャンネルお休みですけども、場合によっては配信するかもしれません。明日どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2430ドル、BTC 建ては0.0365と、先物の方では、OI は全体でマイナス 1.0%、額としては128億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.9%、バイナス意味はロングが 77.6% と下寄りになっています。BTC 建てがもともと見ていた0.035に近づいてきております。ビットコインが落ちてもそれ以上に落ちるという展開が続いてますね。プラスファンダがないんでね、その上に期待する要因を探す方が難しいところではあります。ドル建てではちょうど底当たりとなってますけども、ここを割るとなると次は2200ドルがサポートになると思います。ここを割らずに耐えられるのか、こちらも市場全体が動きそうな明日ですね。どのように動くのか注目ですね。あとここからはその他の動向になります。各国が仮想通貨規制の見直しに動いてますね。まずペンシルベニア州の下院が仮想通貨規制を明確化する法案を可決しています。ビットコイン決済や取引時の課税のルールを明確にするための法案とされてますね。あとオランダの方では事業者に対して顧客の取引データの報告を義務付ける提案がされていると、世論の意見次第で実施に動くようです。あと韓国の方でも銀行や事業者に対してセーブルや仮想通貨の取引データ報告を義務付ける予定とされています。米国の方ではですね、その取引データの報告は未だに事業者が必要ないと反対して揉めてますけども、他の国ではマネロン要望で義務化する方向で動いているようですね。あと他ではラザードがビットフィネックスと共同で RWA ファンドを立ち上げを計画しているようですね。ラザードは175年の歴史を持つ資産管理会社とされてまして、運用資産は2200億ドル、RWA 進出後の展開が注目されています。あと他ではスイスの方でサトシ・ナカモトの像が公開されています。テザーが支援するプラン B が制作したもので、ビットコインの匿名の創造者のビジョンと遺産を称える表現がされているとのことですね。本日も仮想通貨界隈は平和となっています。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。